Steam Deck、最高ですよね。何その前提。その最高が、さらに最高になって帰ってきました。その名も Steam Deck OLED。OLED？ 名前の通り、有機 EL ディスプレイに、アップグレードされたモデルで、それ以外にもバッテリー持ちの改善など、そこそこ、と言いたくなるような、絶妙なアップグレードモデル。どもども吉田です。アシスタントの船です。スイッチの有機 EL 的なこと？なんやかんや、一番ヘビーユースしているハードが、アップグレードされるとなると、そりゃあ買うしかないでしょ、と即断即決でした。即断即決強い。液晶モデルとの違いがメインとなるので、買い替えの必要性、これから買う人は OLED モデルと液晶モデル、どちらを買えば良いのかなどを、参考にしてみてください。参考にします。Steam Deck OLED とは、Steam Deck とは、Steam を運営している、Valve コーポレーションという会社が、Steam のゲームを遊べる携帯ゲーム機、として開発した端末です。Steam？ PC ゲームの販売プラットフォームだね。昨年末日本発売から1年、なんとアップグレード版が出ました。その名にある通り、ディスプレイが有機 EL になり、画面サイズが7インチから 7.4 インチへ若干大きくなったバージョンで、ディスプレイ以外にも細かく色々改善されています。まあ、普通にスイッチの有機 EL 版的な感じですね。それ言っちゃうんだ。ディスプレイ以外に大きく変わったのがバッテリー持ち、省電力化とバッテリー容量アップで2から8時間のゲームプレイだったのが3から12時間のゲームプレイへと変わりました。良い感じに伸びたね。他にも色々あって、APU が 7nm から 6nmに、ディスプレイのリフレッシュレートが 60Hz から 90Hz に、重量が軽量化、新たに 1TB モデルの販売などなど、大きく変わった点はレビューでも取り上げますが、細かな情報は公式サイトにて確認してみてください。承知しましたぜ。開封内容物、早速開封していきます。今回購入したのは、ストレージ容量 1TB の最上位モデルです。最上位選ぶの珍しいね。箱は液晶モデル同様、段ボールで、その中に電源とケース入りの本体が入っています。ケース付きなんだね。ケースはこちら、液晶モデルとは違い、カラーが多用されたグラフィックの紙が巻き付けてあります。有機 EL でディスプレイが違うぞ、ということを主張するためなのか、画面部分に大きくホログラフィックな表現がされています。そして最上位モデル限定なのがこのインナーケース。通常のケースの中に入れ子状でケースが内包されていて、より気軽に持ち運べるような工夫がされています。本体がそもそも大きいので、ケースと合わせるとかなりカバンの場所を取りますからね。珍しい仕様だね。本体外観、手触りは若干チープに、最初に手にした時、ちょっとチープな質感になったかな、と感じました。安っぽくなったの？もちろん重量が軽くなった分チープに感じるのは、それは当たり前なのですが、プラスチックの素材感が若干変わり、叩いた時になる音が軽くなったような感覚。まあでも実際アップグレードモデルってそういうもんか。いわゆる PSP や PS ビタのように、素材感を一気にガラッと変更して軽量化、という感じではありません。おそらく軽量化のためにかなり工夫がされているんだろうな、と思います。なるほど。ただこれは本当に感覚な話の上、液晶モデルと比べての意見なので、気にする必要はないかなとも思います。多少チープに感じようとも、軽くなったメリットの方が圧倒的に大きいです。まあ携帯ゲーム機だから軽ければ軽い方が良いよね。そもそも液晶モデルの時からハードの作りとして、高級感を重視しているものではないので、その点において期待するのは要注意です。高いから高級感を期待しちゃうよね。デザインはほぼほぼ液晶モデルと同じではありますが、大きく変わった点としてあえてあげると、アナログスティックの内側が、液晶モデルでは白だったのに対して、OLED モデルでは黒に変更。ほんとだ黒くなってる。そして ABXY ボタンや Steam ボタンの印字は、白からグレーに変更となっています。ちなみに液晶モデルでは、Steam ボタンなどは上からプリントしていたようで、私のモデルはちょっとだけ削れてしまいましたが、OLED モデルでは削れる心配はなさそうに見えます。使ってみないとわかんないけどね。これにより引き締まった感じのビジュアルになりました。大きくデザインを変えず、しかしパッと見で変化がわかるデザイン変更は見事ですね。それは本当にそう。本体表面には、右側にメニューボタン、Xbox 配置の ABXY ボタン、アナログスティック、トラックパッド、クイックアクセス、スピーカーがあり、左側には表示ボタン、十字キー、アナログスティック、トラックパッド、Steam ボタン、スピーカー、画面部分上の左右にある小さなくぼみはマイクです。トラックパッド珍しいね。本体背面には冷却ファン吸気口と割り当て可能なボタンが左右に2つずつ合計4つ。背面ボタンに関しては使っても使わなくても良いように、硬めの押し心地になっています。ガッチガチだね。上側面には左から L に L1 ボタン、音量ボタン、ヘッドフォンジャック、冷却ファン排気口、充電ポート、ステータス LED、電源ボタン、R1R2 ボタン、電源ボタンの色は黒から赤に変更となっています。良いアクセント。ショルダーボタンは前後で L1、L2 と配置されていて、指のカーブに合うように設計されています。
下側面には右側にマイクロ SD スロットのみ、左右側面には違いなし。液晶モデルと比較するとどんな感じなの？液晶モデルとの比較、下が Steam Deck 液晶モデル、上が Steam Deck OLED モデルです。色味の違いはおそらく照明の問題で、特に違いを感じることはありません。若干シェルテクスチャが変わり、粗めの脂肪加工、キラキラと光沢感がある感じから脂肪がもうちょっと細かくなり、光沢感が抑え気味になった、かもくらいです。目を凝らして見比べればというレベル。ほぼ違いはわかんないね。並べてみると、ボタンの印字やアナログスティック部分くらいにしか、違いを感じません。寸法も若干変更されているのではと思っていましたが、使っていて気づいた点は特にありません。操作感が軽くなった。まず最初に手に取って思ったのが、軽くなったという点です。そんなに？実際の重量は公表値で、液晶モデルが 669g であったのに対して、OLED モデルは 640g と、数値で見ると軽くなったのはたった 30g 程度ではあるんですが、手に持つ際の重量感がわずかに減ったような感覚で、こんなに変わるんだ、という感動がありました。全然大差ないように感じるけどそんなに変わるのね。というかバッテリー容量増えてるし、画面サイズもアップしてるのに重量が減っているのは、普通にすごいですよね。普通は重くなります。まあ確かに、でも液晶モデルを使ってたから軽く感じるのでは？もちろんこれは液晶モデルを活用していた人間の意見なので、初めて Steam Deck を触る人は、また違った感想になるとは思いますが、いずれにしろかなりボディが大きくて、重量が分散されるデザインなので、触った人は皆見た目ほど重くないね、と言います。誰がそんなこと言うんだ。普段ゲームをしない友人などにも、構わず触らせて感想を伺っているんですが、総じて皆同意見なので、これは間違いないと言えます。ほなそうなんやろうな。このデカさが良い。もう正直慣れてしまって大きさに対する抵抗は一切ありませんが、サイズとしてはかなり大きいです。携帯ゲーム機と言えるのかとなるほどのサイズ感。携帯ゲーム機としてはデカすぎだよね。まあ実際、携帯ゲーム機というよりは、持ち運べる据え置き機として設計されているんだろうな、という感覚を節々に感じます。サイズ感、グリップ感的に一番近いのは Wii U。Wii U もまあ確かにそもそも持ち出して遊ぶもんじゃないもんね。手のひら全体で包み込むようにホールドできるグリップ、丈夫にまとまったコントローラーレイアウトで重心バランスも良く、手に持っても膝の上やテーブルの上に置いて、遊んでも非常にバランスが良い。7.4 インチあるので距離を置いても十分に視認できます。顔の前に近づけることなく見れるってことね。この大きさだからこそのグリップの安定感、画面サイズ、良いスピーカーなど、トータルバランスが非常に独特で、このハードならではのゲーム体験がある。他では大体不可な良さがあると感じます。大体不可とは？極端に例えると、コントローラーで遊ぶレースゲームと、ハンドルを握って遊ぶレースゲームくらいの違い。でもコントローラーの方が遊びやすいって人もいるよね。もちろん合う合わないはあるし、どちらが好きかは人によると思うので、ぜひ家電量販店で試有できたら試してみてほしいと感じます。なんか結構大手家電量販店に置かれてるらしいもんね。アナログスティックが独特、素材の切り替え、OLED モデルのボタン周りで、大きく変わったのがアナログスティック。というと、液晶モデルではトップがほぼフラット、エッジがつぶつぶのテクスチャになっているものだったのが、OLED モデルでは全体的に若干大きくなり、トップが内側に若干引っ込み、光沢感があるおかげで指に吸着しやすいものとなりました。エッジ部分は液晶モデルと似たようなつぶつぶテクスチャ。これのおかげでより繊細な操作が可能。そして倒した際に当たる感触も調整されていて、より滑らかにぐるぐると回せるようになっています。そんなに違うの？個人的には液晶モデルのアナログスティックでも、十分に良いと感じていましたが、明らかに滑りにくくなったので良い改善だと感じます。なるほど。ABXY ボタンや十字キーなどの押し心地は変わらず、Xbox コントローラーのように大きめで、バシッと押せるラバーの押し心地、ボタンレイアウト自体も変わらず、横並びの配置が独特かつ負担が少ない操作感で、慣れると非常に使い勝手が良いです。珍しいボタン配置というか見たことないよね。トラックパッドがさらに気持ちよく、大きく変わった点としては、トラックパッドがさらに気持ちよくなりました。Steam Deck の使いやすさを最高にしている要素のうちの一つであるトラックパッドですが、こちらは機能としては、いわゆるノート PC のトラックパッドのようなものですが、繊細な振動が指に伝わる触覚フィードバックがあり、これがかなり気持ちよく無駄に触りたくなってしまう仕様。ブルブルしてる感じ。ただでさえ良かったんですが、有機 EL モデルではさらに感度が上がり、より繊細な操作が可能になり、フィードバックの感触も変わり、ボコボコとしっかり指に伝わる感覚が、まるで直接ゲーム内を触っているような感覚になります。確かにこれは不思議。ただ気持ちいいだけではなく、マウス操作が必要になってくるゲームも、コントローラーで遊びやすくなるので、あると便利を倍増させてくれているのがこのトラックパッド。画面のタッチパネル触らなくて良いのは良いね。指紋つくし。背面の4つのボタンはゲームにより、自由に割り当て可能なボタンで、かなり固めに作られているので、無理に割り当てなくてもしっかりと握れるような設
計となっています。ボタン自体の質感はシェルの質感とは若干違っていて、よりきめ細やかなテクスチャになっています。こちらは液晶モデルと大きく違いは感じません。使いこなせる自信はあまりない。トリガーにもフィードバック、L1R1 は液晶モデルよりも若干軽く、フィードバックが大きくなり、カチカチと高い音が鳴るものにマイナーチェンジしています。静音性という点においては液晶モデルの方が良いですが、より押した感覚が強くなり気持ち良い押し心地になったかと思います。音は小さい方が好きだな。あと L2R2 に振動フィードバックがあるので、L2R2 に機能が割り当てられている場合は、押した感覚が伝わるようになっています。この機能自体は液晶モデルでもあったのですが、よりフィードバックがわかりやすくなっていて良いと感じます。トリガーボタンは押す感覚が少ないからありがたいね。OLED モデルのコントローラーは全体としてそうですが、直接手に伝わってくる感覚を重視しながら、改善していったように感じます。そう言われればそうかも。画面、ディスプレイは 7.4 インチの有機 EL、解像度 1280×800 と、PPI 的には少し物足りない解像度で、特に昨今発売されている ROG Ally などを触ってしまった人からしたら、荒いなと感じてしまうかもしれませんが、性能や消費電力を考えるとまあこれで十分だな、という感覚です。まあ慣れればそんなに気にならないかも。Steam Deck 液晶モデルで唯一不満に感じていた点が、ベゼルの大きさで、今回はベゼルをなるべく薄く、大画面にアップグレードされたのでもう不満はないです。不満はないと思いきや、Steam Deck のアスペクト比は16対10なので、16対10に対応していないゲームでは、このように上下に黒帯ができてしまいます。なので体感としては、そこまで画面が大きくなった印象はないかな、という感じ。なるほど、遊ぶゲームにもよるね。しかし、発色の面においてはとにかく最高で、深い黒やビビッドで鮮やかな表現が目に飛び込み、ゲームの楽しさをより引き上げてくれます。しかも私液晶モデルでは、反射防止アンチグレアフィルムも貼っていたので、なおさら色が強くなったように感じました。反射防止はどうしても若干サイド落ちちゃうもんね。あと今回購入したのは 1TB モデルなので、ディスプレイが有機 EL に変わった以外にも、反射防止ガラスを採用していることもあり、反射が低減されているのも良いですね。反射防止ガラスなんかあるのか。この反射防止ガラスはいわゆる反射防止フィルムのように、ディスプレイの映り込みを抑えるものです。有機 EL の発色を最大限に楽しむのであれば、反射防止ではなく光沢が良いのでは、という意見も多くあったので、実際どうなのかを評価したいところではありますが、正直通常のガラスと比較してみないと、なんとも言えないというのが感想です。まあそれはそう。ただ反射防止フィルムのように、画面が白っぽい雰囲気になるのではなく、自然なマット感があるのは良いと感じます。フィルムよりは反射感あるね。スピーカーは相変わらず最高です。絶対に手や指で覆われない位置にあるステレオスピーカーは、ダイレクトに耳に入り、没入感を爆上げしてくれます。めちゃくちゃ良いなスピーカー。正直携帯ゲーム機においてスピーカーなんて、まあ悪くなければ良いでしょ、慣れるし、と思っていましたが、その意見を真楽に裏返されるくらいの最高品質スピーカーで、今となってはスピーカーの良し悪しが、すごく気になるようになってしまいました。まあわからんでもない。簡単に例えて言うならば、iPad と同レベルの高音質、全部の音がしっかりとクリアに聞こえながらも迫力のある低音、そしてかなり音量を大きくできる仕様で、これ以上に良いスピーカーを搭載したゲーム機はないと思います。あるなら逆に教えてほしい。スピーカーで遊べる環境があるのであれば、イヤホンなし、大音量で遊ぶことを推奨します。どうせならスピーカーで遊びたくなっちゃうね。SteamOS は最高。Steam Deck には SteamOS という、Linux ベースの独自 OS が搭載されています。これが非常に使いやすくて、ゲームを何倍にも快適にしてくれています。というと、ビジュアルとしては現在ある、Steam のビグピクチャーモードと同一ですが、完全にコントローラーで操作できるメニュー画面、スリープの快適さ、メニュー表示の安定感など、いわゆるスイッチのような、ゲーム機的な使い方ができるようになっています。Steam Deck って PC じゃないの？ゲーム機的なというのは、PC、Windows でゲームを動かす際には、やはりちょっとした細かいトラブルが山のように襲いかかります。例えばゲームを起動したのにウィンドウが、どこかに行って見つからなくなったり、コントローラーが一切効かなかったり、そもそも起動できなかったり、スリープしたと思ったら勝手にスリープ解除されていたり、そういうものです。まあそういうものだね。もちろん対応できないことではないので、そういうものとして使っていくしかないんですが、Steam Deck ではその微妙に煩わしい点を、全部解決してくれるんですよね。ほとんどか。でも実際に動いているのは Windows のソフトなので、Windows PC とセーブデータを共有できるし、たとえ Steam Deck 2が出たとしても、全く同じソフトで遊ぶことができる、スイッチや 3DS のように、そのハードのゲームタイトルはそのハードでしか遊べない、ということはありません。めっちゃええやん。ここまで素晴らしい広報互換性があるのは、間違いなく Windows のおかげで、そういった意味でも新しいゲーム機の形を提示できていて、素晴らしいと感じます。ライブラリをずっと維持できるのは
本当に良いね。これまで私はスイッチで遊べるタイトルであれば、なるべくスイッチで遊ぶようにしていたのですが、Steam デックが出てからは、Steam で発売されるのであれば、なるべく Steam 版を買うようになってしまいました。まあ任天堂のゲームはスイッチでしか遊べないから。1TB は快適。そして今回 OLED 版で初登場したのがストレージ 1TB モデル。1TB もいるの？そう思う方も多いかもしれませんし、まあ実際遊ぶゲームだけをインストールする、というタイプの人であれば 512GB あれば十分ではあると思いますが、最近のゲームタイトルは本当に容量が多くて、FF7 は 94GB、デスストランディングのディレクターズカット版は 74GB、サイバーパンク2077は 65GB と、この時点で 200GB 超えています。とても多い。GTA5 なんか単体で 100GB 超えです。嘘をつくな。なんやかんやで 512GB ってあっという間なんですよね。なので、大型の AAA タイトルをも、普通に何本も入れておける 1TB は十分に快適です。あれをインストールしたいから、これを消して、と考えることがなくなります。まあ考えなくて良いのは楽で良いね。そもそも AAA タイトル遊べるの？そしてここも Steam デックの強み。そもそも AAA タイトルが遊べるのか、遊べたとしてもフレーム落ちしたり、しょぼい画質なのではないかと、不安に思う人もいるかもしれませんが、不安だよ。Steam デックでは互換性をしっかり取れているか、という確認ができます。当たり前だけど偉い。なのでゲームタイトルを購入する前に確認できるし、そもそも主要な AAA タイトルであれば Steam デック用に最適化された、Steam デック用設定なんかもあったりするので、そういった意味でも安心感があります。Steam デックにチューニングしてくれてるってことか。もちろんデスクトップのゲーミング PC に比べたら画質は落ちますし、リフレッシュレートも最大 90Hz ではありますが、スイッチでは性能の問題から遊べないタイトルも、携帯機として遊べるメリットはかなり大きいと思います。ゲームは携帯ゲーム機で遊ぶのが好きなんよ。バッテリーは十分持つ。Steam デック液晶モデルで唯一不満に感じていた点の2つ目がこちら。バッテリー持ちです。2つ目あったんか。AAA タイトルを動かすとなると消費電力が半端ないので、そりゃバッテリー持ちが悪くなるのも当たり前ですが、サイバーパンクが、バッテリー容量 100% から 10% までで80分くらいしか持たないとか、さすがにもうちょっと持ってほしいとなっていました。まあでも90分くらい遊べれば十分じゃない？ストーリー重視型のゲームだと90分遊ぶうち30分くらいはイベントやムービーを見るだけだったりするので、実際遊ぶ時間が60分となると正直かなり物足りないです。まあそう言われればそうか。しかし今回は本体自体の消費電力を抑え、バッテリー容量が 40Wh から 50Wh へとアップしたので、遊べる長さは体感として 1.5 倍増えました。計算が合わないな。実際 100% から 10% まで遊んでみたところ、サイバーパンクは2時間持つようになったし、ゴーストワイヤー東京も2時間、FF7 リメイクは2時間だったのが3時間持つように、デイブ・ザ・ダイバーでは4時間、超重いタイトルでも2時間は持つようになったってことね。このくらいは持ってほしいな。で時間は持つようになったので、快適度がかなり上がりました。これ全部デフォルト設定で試したので、設定を下げればもうちょっと持つかも。Wi-Fi を G-Health に接続できない不具合。さて、これが最大の問題。というか現状まだ解決していないんですが、なんか Wi-Fi の 5G-Hz 帯に接続できないんですよね。どういうこと？ 2.4G-Hz に接続はできるんですが、一度でも 5G-Hz にアクセスしようとすると、2.4G-Hz にもアクセスできなくなる。どういうこと？本体の初期不良かと思って Steam に問い合わせたんですが、返事は2日に1回くらいしか来ないし、試したって言ったのに試しましたか？みたいな返事が来るしで、対応としてはかなり残念ではありましたが、残念すぎる。最終的には別のサポートの人から返事が来て、どうやらシステムの不具合として認知しているらしく、アップグレードを待ってくれという回答で終わりました。アップグレードでどうにかなる問題なの？それ、周りで買っている人は不具合が起きていないようなので、何が問題なのか、と思い Steam の公式コミュニティを調べてみると、同様の悲鳴を上げている人が多くいました。どうやら Wi-Fi ルーターの 160MHz がダメらしく、それを無効にすることで接続できるようになるとのこと。ということで Wi-Fi のセットアップにアクセスして、160MHz を無効にして再度 5G Hz 接続を試みてみると、何も問題なく接続できるように、接続できるようになってよかったかな？ということで接続はできるようになったものの、早く解決してほしいですね。早く直して。買い替えてよかったかと聞かれると、正直ぶっちゃけ言うと、そこまで良かったとは言えません。デザインはほとんど何も変わっていないので、あまり新鮮味はないし、肝心のディスプレイも、まあベゼルが薄くなって嬉しいけど、実際遊んでいて、大きな感動はそこまでありません。じゃあ何が良いのよ。逆に言うと液晶モデルの時点で、すでに完成されきっていたハードなので、完成したハードの魅力を、十二分に引き伸ばすアップグレード、がされたモデルという感覚ですね。ああ、なるほどね。よっぽどバッテリー持ちに不満があるとか、ディスプレイ
レイのベゼルが気になるとか、そういう人であれば満足できるとは思いますが、いずれにせよ過度な期待は禁物です。価格は据え置き、というかストレージ容量は上がっているのに、値段は変わっていません。実質の値下げです。実質の値下げ。最安値で液晶の 256GB モデル、上位モデルとして、OLED モデルというラインナップで、既存ユーザーが損した、もうちょっと待てばよかった、と感じにくい価格設定になっているのも、買い替えの判断を迷わせるようなバランスです。確かに悩むな。しかし買い替えではなく、初めて購入するとなると話は別で、極まった完成度のハードを購入できるというのは、かなり良い選択肢だと思います。Steam デックにはあと2年くらいでない、とどこかで言っていたので、そういった意味でも安心して購入できますよね。2年は現役で戦えるってことか。でもどうしてそんな、買い替えの判断を迷う Steam デック OLED を、即決で買えたの？愛です。愛か。